こんにちは、マリコです。今日はシンプルが好きな私の寝室のご紹介とプチ模様替えの様子を皆さんにシェアさせていただきます。私の家は賃貸で部屋もそこまで広くはなく、おしゃれな一流の家具に囲まれているわけではありません。ですが自分にとって心地のいい環境で無理をせずシンプルに自分らしくを意識して暮らしています。動画の中では寝具やデスク周り、本棚やクローゼットの中もご紹介していますので、よければ最後までご視聴ください。それではスタート。まずは照明から変えていきます。結婚して以来ずっと使ってきたこの LED 照明、光の量は調節できるのですが、色味の調節ができなく白い照明でした。私は真っ白な光があまり得意ではないので、日中はなるべく自然光で過ごし、あまりこの照明を使っていなかったんですが、部屋で編集をしたりするようになって、やっぱり白い光が気になってしまい、照明を変えることにしました。ちなみにこれまでこういった照明などの付け替えは夫がやってくれていたので、私がやるのは初めてなので、まず取り外しからして謎です。こういうのわからないのに説明書とかあんまり読むの苦手なんで、こんな風に急に外れて驚くんですね。今回付け替えようと IKEA で購入したのはこちらのペンダントランプ。 IKEA の説明書って絵で描かれているので分かりやすくて助かります。さっき絵で描いてあるからみたいなこと言ってましたけど、絵でもよく分かっていなくて結構苦戦してます。間違えた。逆だ。私本当にこういうの慣れていなくて、何回も間違いながら作っています。できた。いいんだ。オッケー。そしてこういうの作ってる時って独り言すっごい言ってるんですよね。何これ。なんとか苦戦しながらも形になってきました。出来上がったランプのプラグの形状と電気の取り付け先の形状がびっくりするぐらい合わなくて動揺してます。これ絶対無理なのにどうしていいかわからないから、とりあえずはめようとしてみてます。わかんない。どうしよう。わからないので YouTube でやり方が出ていないか調べてみています。私が手に持っているこの部分を外していなかったため装着ができなかったようで、これを外したのでフロアランプのプラグがセットできそうです。できた。嬉しい。やった。やった。だいぶ苦戦しましたが、照明取り付け初心者の私でもなんとか無事に取り付けることができました。無事にフロアランプをセットした後は小物をセットしていきます。寝室ということもあり、私は空間にあまり色が多くあると疲れてしまうので、この部屋の中にあるブラックとベージュの色味と同じ色味のクッションカバーを IKEA で購入しておきました。目がほつれちゃった。ここいっか。後で直そう。ちょっとひとまず入れます。これボリュームすぎたんかな。買って早々こんなことになってしまいましたが、なんとか無事にクッションカバーに入れられました。ちなみに IKEA でもう一つくらいクッションカバーを買おうかなと思っていたんですが、以前リビングで使っていた無印のクッションが余っていたので、そちらを寝室で使うようにしました。こちらも部屋の色味に合わせて購入したアルネ・ヤコブセンのテーブルクロック。
こういうシンプルですがデザイン性のあるものが私はとても好きです。ベッドフレームはオンラインで購入したもの。ヘッドボード付きで部屋の雰囲気に合うブラウンカラーのものにしました。ブラウンの木目とアイアンレッグが気に入っています。マットレスは先日購入したコアラマットレス。使い始めて1ヶ月以上経ちますがとってもいいです。ボックスシーツ、掛け布団カバー、枕カバーは無印のものを使っているんですが、さらっとしていて肌触りが気持ちよくとても気に入っています。オープニングに少し登場しているこの子は私が抱いて寝ている抱き枕です。ヘッドボードにはハンドクリームを一つ。これは友人とイソップの前を通りがかって入店した時にこのハンドクリームいいけど高いよねと話していたら、店員さんがもうすぐ値上げになるんですとおっしゃり、値上げになったら二度と買えない金額になってしまうかもしれないと思って慌てて購入したものです。なので大切に使っています。続いては本棚の上を少し変えていきます。現在使っている本棚は結構前に購入したものなんですが、一番上の棚がこのようにネジ穴が見えてしまう構造で、木目と同じ色のシールがついていたんですが、何年も使用しているうちに剥がれてしまい汚くなってしまっています。そこで岡田屋で購入してきたこちらの布を棚の上に置いてネジ穴を隠してしまおうと思います。新しい本棚に買い替えたりとかも考えるんですけど、なんだかんだ収納力がある今使っている本棚が好きで、今あるものにも感謝しつつ、どうやったら欠点もカバーしながら使えるかとか、そんなことを考えながらプチ模様替えをするのが楽しかったりもします。現在はこの棚の上には地球儀、あとはキャンドルが少しとメモを挟むクリップボード、植物を置いていて、この本棚の上にはあまり物を置きすぎないようにしていたんですが、棚の右側が少し殺風景だったので、今回新たに購入したポスターを飾ることにしました。IKEA で購入したフレームに気に入った柄のポスターを入れていきます。ポスターはマイトンというお店のオンラインストアで購入しました。こちらのお店は素敵なポスターのデザインがいくつもあり迷ってしまったんですが、私は一筆書きで描かれたようなこのデザインのものを選びました。これを見ていると、なんだか頑張りすぎずに気楽に行こうと言われているようなのんびりした感じがあって、とても気に入っています。ポスターを飾ったことにより棚の上の情報量が多くなったので、クリップボードはしまうことにしました。棚の上のものを少しご紹介していきます。棚の上のキャンドルは2つ。これはフィンランドで購入したイッタラのアールトコレクションのキャンドルホルダー。それからこちらはアロマワークスのレモングラス&ベルガモットのキャンドル。店頭で買いでいい香りだったので以来購入して使っています。植物は空気をきれいにしてくれるゴムの木。あとは旅行好きなので地球儀を置いています。世界にはまだまだ行ってみたい場所がたくさんあるので、たまに地球儀を見てワクワクしています。続いては本棚をご紹介していきます。できるだけ掃除を減らしたいので、本棚は扉がついたものを使っていて、この本棚は手前に何冊かディスプレイできるようになっています。おしゃれな家だときっと洋書とかが置いてあると思うんですけど、我が家ではよく読む本や読みがけの本などを手前に置いて飾っています。棚の中は片面が本、もう片面には大好きなパズルやキャンドルなどが入っています。本は大好きなのですが、気がつくと増えすぎてしまうので定期的に売りに行ったりしています。手元に置いておきたい本や英語の教材で全然できていないものが残っています。哲学的な本や自己啓発の本を読むのも好きなのでいくつかあるのですが、この幸福論を寝る前に読み出すといつも眠くなって寝ちゃいそうになります。言わずと知れた名著7つの習慣も
2までしか読んでなかったです。途中で終わっていました少し前に買って気に入って売りに出せない本もも、時間について改めて考えさせられるとてもいい本でした。あとは旅行の本もたくさん。これは機内で読むように買った本なんですが、イラスト付きで可愛い本でした。奥行きがある本棚なので、奥にも料理本や旅行関係の本がぎっしり入っています。棚の右側にも料理本が入っていたり、あとは寝る前に毎日夫と書いている幸せ日記。今日あった幸せなことを2から3行で毎日書いていくんですが、かれこれ8年くらい続けていて、当たり前になってしまう日々のことにも感謝を忘れずに生きたいなと気づかされる、そんな日記です。手前側にはアロマやキャンドルを収納しています。そしてこれは私の大好きなジグソーパズル。小さい方が500ピースで、大きい方は1000ピースです。このパズルはカバリーニ社のもので、パズルが入っている筒に描かれているお花や植物、鉱物の柄が完成図になります。初めて買ったのは一番左のお花のパズルで一目惚れでした。1000ピースは結構作るのに時間がかかるんですが、出来上がっていく過程も図柄が可愛く、作りながらもワクワクしました。2つ目に購入したのはこちらの多肉植物柄のパズル。私はサボテンが好きなので、この可愛さがたまりませんでした。そしてこちらは鉱物柄のパズル。結構作るの難しかったです。この他にも猫柄や星座柄などいろいろ出しているので、まだまだ集めてしまいたくなります。そしてこの500ピースのパズルはニュージーランドに3ヶ月移住した時に見つけたもの。大好きなカバリーニのパズルがニュージーランドの地図柄になっているなんて。荷物になるので一瞬迷いましたが、またいつお目にかかれるか分からないと思って購入しました。とっても可愛くてお気に入りです。続いてはデスク周りのご紹介です。デスクと椅子は IKEA のもの、パソコンは Mac、モニターはデルのものを使用しています。デスク周りも物が多いと疲れてしまうので、リサ・ラーソンのガチャガチャの2匹のみ置いています。引き出しの中身はこんな感じで少しごちゃっとしています。カメラやパソコン周りのアイテム、ケーブルやアダプターなんかが入っています。よく使うノートやルーズリーフ、それからメモ帳。引き出しの中もあんまりいろんな色がなく、ほぼ無印の文房具が多いです。筆箱は結構ふざけたものを長年愛用しています。私は文房具が結構好きで、というかクリップが好きでいろいろ持っていて、その日の気分によっていろいろ使い分けたりして楽しんでいます。これ昔スタバで買ったタンブラー型の大きさ違いのクリップなんですが、可愛くないですか？とってもお気に入りのクリップです。フィンランドのチョコレートが入っていた缶が可愛かったので、マスキングテープや SD カードなど小さいものを中に入れています。それからこれはクリップ入れ、くるくる回すと磁石にクリップがついて取り出せる仕組みになっています。最後は寝室のクローゼットのご紹介です。寝室のクローゼットはあまり広くはないので、夫と私の丈の長い洋服やボトムをメインに収納しています。洋服の収納はこの場所以外にも丈の短い洋服などを和室の押し入れに収納しています。下の方には旅行用のトランクやプリンター、収納ケース、さらに奥にはヨガマットやストレッチポールなどを収納しています。収納ケースには細かい日用品のストックなどを入れています。
とは除湿剤と洋服ブラシ、それからセンサーで反応する小さな照明も中に入れています。以上がシンプルが好きな私の寝室のご紹介とプチ模様替えの様子でした。動画を最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。